それではですね、お時間の方になりましたので、本セッションの方ですね、始めていこうかなと思います。本セッションはですね、Go on Microsoft Azure ということで、私はですね、岡山のですね、システムインテグレーターですね、株式会社両備システムズに、勤務しております、岩田隆二と申します。今日は、短い間ですけども、よろしくお願いいたします。はい。で、まず、アジェンダということで、最初にですね、まず今回のこのセッションに対する、主な登場人物の紹介と、あとは、私のテーマというところと、あとこの会の進め方というところと、トークテーマについてちょっと、お話をしておこうかなと思います。まず、登場人物なんですけれども、まずはこのマイクロソフトコーポレーションというところで、本日のね、回でもありますので、ここは大丈夫かなと思うんですけども、私の方が、注目しているのは、この2014年にそのサティア・ナディラ氏がですね、CEO にですね、就任をしまして、で、その結果、同社はですね、このオープン戦略の方ですね、方針転換をしたというところが一番大きいところで、これのおかげでですね、今日私の方はこの、Go というところをですね、テーマでですね、お話がですね、皆さんとできるということでですね、非常にありがたいなと思っているところです。はい。で、続きましては、マイクロソフト Azure ということで、こちらは当然ですね、マイクロソフト社が、提供しているパブリッククラウドサービスになっております。はい。で、あとは、Go になります。こちらはですね、2012年にですね、一般提供をされました、Google 社初のですね、オープンソースのプログラミング言語となっておりまして、本日はですね、この3つをですね、絡めたところでですね、楽しく、お話というところができたらいいなというふうに思っております。はい。で、私のちょっとテーマになるんですけども、マイクロソフトおよびその Azure っていう部分でのですね、その Go の支援っていうのをですね、強化したいというか、強化してもらいたいなというふうに思っています。で、そのためにはですね、そのマイクロソフトおよび Azure でのですね、その Go に対するその要望ですよね。こういったものが欲しいとか、やりたいとかですね、あとはその利用する方がですね、増えていくというところがやはりこの必要不可欠なところになっておりまして、やはりその企業の方もですね、そのサービスを提供する部分におきまして、そのリソースを割くっていう部分には、やはりそれに対するものっていうのが必要というところになってますのでですね、今日はですね、こういった場をですね、皆さんと一緒にですね、盛り上げていってもらったら、その声が届くんじゃないかなと思っております。で、そんなですね、その Go という部分におきまして、このマイクロソフト Azure という部分をですね、始めるその動機になったりとかですね、あとはその、今されている方はその学びの機会というふうに今日はなれば嬉しいかなと思っておりますので、よろしくお願いします。はい。で、進め方になりますけれども、参加者の、皆様同士であったり、あとは、皆様からその私の方にですね、会話をするといった場合は、今お使いのですね、Teams のチャットの方でのちょっと方になります。ちょっと不便をですね、おかけする形にはなるんですけれども、で、そんな私の方はですね、申し訳ないですけど、チャット上のその話題とかですね、質問がありましたらですね、それをこういった形でちょっと口頭でですね、回答をですね、させていってもらおうかなというふうに思っております。はい。で、あとはこのマイクロソフトおよびAzure、そして Go というですね、来ていただいた方には分かるかなと思うんですけど、やはりちょっとニッチな部分の、テーマになっておりますのでですね、あの、それでまた皆さんその初めての方同士が集まっていきなり会話っていうか、そのチャット上でのこのやり取りっていうのもなかなか、どうしたものかってなりそうだと思いますので、そういった場合でですね、ちょっと流れ止まっちゃったりとかですね、あと、話題がなくなってるっていう状態の時にはですね、私の方がですね、ちょっと話をですね、どんどん出していこうかなと思ってますので、そちらに対してですね、ぜひですね、そのチャットの方とかですね、あとリアクションですね、いいね、とかですね、ハートとか、あると思うんですけど、これをですね、ポチポチっとしてですね、反応をですね、示していただくと、あので、オンラインでいつも、あるあるですけども、喋ってる方は反応がないとですね、ちょっと大丈夫、届いてるかなとですね、ドキマキしてしまうのでですね、へえでもいいんでですね、何か反応してもらったら嬉しいです。で、そんなこんなでいきなり話をじゃあ始めましょうかってなってもですね、ちょっと困っちゃうので、まずこのテーマとしましては、マイクロソフトおよび Azure と Go というものであれば、テーマとしては何でも大丈夫かなと思っています。
で、そんな中でも、例えばですけども、システムとかですね、アプリケーションを開発されてる方とかですね、あとそれをいうふうにやっていくのにどうすればいいのって思われてる方とかですね、あとはその、どのようにですね、使えるのかっていうところとかですね、その活用できるのかっていうところ、あとは、こんなふうにやってるよ、使ってるよっていう方がいらっしゃったら、もうぜひぜひですね、チャットの方にですね、アピールしてもらったら嬉しいです。はい。で、あとは、現状の課題とかですね、その将来とかですね、こう、抽象的なものでも、全然、大丈夫なのでですね、そういったものをですね、含めてですね、気軽にですね、この場でですね、皆さんとワイワイお話しできたらいいかなというふうに思っております。はい。ということでですね、えっと、じゃあ、早速ということで、ちょっと私の方が今、チャット欄の方ですね、見ていこうかなと思ってます。おお、そうですね。今質問いただいているのが、次に学ぶシステム系プログラミング言語として、その Go かラストかっていうところでちょっと悩んでますというお話をいただきました。えっですね、難しいですよね。僕もラストはほとんどちょっと触ったことはないんですけど、やっぱり Go をやってるとですね、よくあのネット上とかでもですね、その Go とラストどっちがいいのかっていうのがですね、とか、話は出てくると思うんですけど、Go はですね、僕が思うに、その80点を、取るにはいいかなというふうに思ってます。で、Go はランタイムを含めた形で実行バイナリーを吐く、プログラミング言語になってますので、そのどうしてもその速い処理っていうところを、求められると、ラストとかその C++ っていうところの、そのものに比べて、少しやはり遅いというところがあります。と、あとは、実行バイナリーが、生成されるプログラムですね、が、ファイルサイズがちょっとやっぱり大きいんですね。ランタイムを含んでる分だけ、大きいんです。ガベージコレクターの積んでるランタイムになってますので、で、そのせいで、その大きさっていう部分、ファイルのサイズの大きさっていう部分で、その例えば、Web アセンブリですかね、の方も対応はしてるんですけども、やはりちょっとファイルサイズ大きすぎるから、ちょっとやっぱしなっていう方もですね、フロントエンドの方にもいらっしゃいますので、その辺を多分比べると、ラストなんかは最近だとLinux のカーネルですかね、あちらの方に、取り込まれようかなってしてるっていう話も、あったりもしますし、で、あとは多分そういったその Web アセンブリとか、その実行ファイルも多分ついてないのかなと思いますし、測れるものもその処理速度が、多分 Go より速いもの、Go はランタイムがあるんですけど、それがない分だけのネイティブに近い速さっていうのが出るんかなというふうに思いますので、その辺でちょっと考えてみてもらったらいいんじゃないかなと思います。はい。もう個人的には両方両方使ってみていい方っていうのでいいかなと思うんですけど。で、あと Go の界隈の人が言うとかは言わなくて言うのやっぱりその Go とラストっていうのは、やっぱ全然別物だというふうに言われていますし、Go 会話の方も別に、そのラストがみたいなところは何にもないんですよね。いう感じなので、ちょっと、お互い少しずつ使ってみてですね、いい方を選ぶというところでいいんじゃないかなと思います。はい、ありがとうございます。おお、今、僕のスクリーンが、ね、ちょっとすいません。画面の方がなんか、ブランクになってたっていうことで、ここで今大丈夫ですかね。映りましたかね。大丈夫か。はい。といった形になってます。で、今日他の方のちょっとセッションが全然見れてないので、ちょっとどんなかなというふうに思ってるんですけども、まだちょっとチャットの方ですね、投稿の方がないようなので、一人語りをしていこうかなと思います。ああ、パワポ、すみません、今切りました。ですね、もう、さっきのテーマが乗っかってるぐらいのものなので、切れてるんですけど、まだうまくいってないかな。ちょっと待ってください。一応画面の共有は、切れたので、大丈夫かなと思うんですけども。はい、ありがとうございます。はい。
なんかこう皆さんの方で、今日、参加された方で、こういったところに興味を持って、参加しましたとか、あの、なんかこんなの聞きたいよとかがありましたら、チャットの方にですね、どしどしとですね、こちらの方へ、こちらの方へ、こちらの方へ、ちょっとどういう風に画面映ってんかわかんないんですけども、はい、記入してもらったらなと思います。ですね、その間はじゃあちょっと喋っていこうかなと思うんですけど、直近で言いますと、直近って昨日なんですけども、このビルドが多分始まったっていうところもあるのかないかのかっていうのもあるんですけども、Azure のですね、コンテナアップスというですね、サービスの方をですね、一般提供、GA の方になりましたっていうのがありました。で、これがやっぱり気になっているところは、僕はGo が好きな方なので、その中で使っているマイクロサービスですね、制御するところに Dapper というですね、Dapper というですね、ライブラリが使われてるんですけども、それがGo で書かれてるっていうところでですね、最近はそこをですね、ぐいぐいと、押してたりします。はい。チャットの方で、Azure でサンプルが Python や Node が多い感じですが、これから Go かなり力入るのですか？そうなんです。そうです。ここがですね、ちょっとずつは、力はというか、サポートは、マイクロソフトさんもしていってくれてるんですけども、やはりちょっと Go がですね、ワンテンポ、遅れてる、状態にあります。で、僕もそこをですね、Java にしかり、その Python しかり、あとマイクロソフトさんの方でその C# とか TypeScript とか、あると思うんですけど、こうそちらの方はやっぱサポートやはり、まず最初にバーンと来たんですよね。で、その後 Go が来るか来ないかっていうところにいつも、なってるんで、そこをですね、もっとGo をサポートしてくれっていう願いが、あって、で、僕は今それが原動力でマイクロソフト MVB になったような、はい、感じなので、これからもですね、どんどん声をですね、あの、届けていこうかなと思いますのでですね、皆さんの方からもお声掛けをいただいたらと思います。はい。一応ですね、そのマイクロソフトラーンっていうですね、オンラインの教材とかでですね、あちらにですね、Go のですね、入門の資料とかもね、出てたりはします。で、あとはその各サービスによって Go が使えるサービスのものに関しては、一応サンプルコードでその Go のものが乗っかってるっていうものも、マイクロソフトのその Docs っていうところですかね、の方、オンラインの方のマニュアルっていうんですか、の方に載っているのはそこそこありますので、その辺ちょっと、辛抱強く探していただくとですね、Go の方でも、あります。はい、ありがとうございます。すいません、もうかなり力っていうのがあれですけどね。あ、ありがとうございます。そうです。はい。今、チャットの方に、貼ってくださっていますけれども、この Go のその入門のドキュメントっていうので、ネットの本とかにもあったりもするんですけど、あと、Go の公式サイトにも当然あるんですけども、僕はこのマイクロソフトのものがやはりかなりよくできてるなと思ってるんで、これでハンズオンとか、したいなと思ったりもちょっとはしてるんですけど、ちょっとなんかいかんせんちょっと長いんで、1日2日っていうところにもなっちゃうんで、あれなんですけども、この辺は、ぜひお勧めをしておりますので、使っていってみたらもらったらと思います。はい。で、Azure のGo での話の部分でちょっともう一ついきますと、これは本当昨日なんですけれども、あの、Azure SDK っていうものがあります。いわゆるそのプログラミングをして、Azure をその操作する、例えばその仮想マシンを立ち上げるとかですね、いったものをですね、プログラムを書いて、やるというものがあるんですけど、こちらのですね、その Go 用のものも当然ありまして、Azure SDK for Go というのがありまして、それが昨日アナウンスが入ってですね、安定版というか、安定した状態のものが出てきましたよっていうところで、アナウンスとかがありましたので、個人的には、これからガンガンどんどん来てくれっていうふうにはですね、思っているところです。はい。で、僕が最初始めた頃は、他の
言語の方をですね、もうネイティブでサポートされてるとかっていう状態だったんですけども、Go はまだまだっていうところだったりもしてたんで、もうちょっとで追いついてきてるみたいな感じですね。はい。で、今チャットの方にいただきました。Go を始めるにあたり、おすすめのフレームワークはありますでしょうかって。ドットネット、ジャンゴがこれまで使っています。僕がですね、あの、ありですね。どう言えばいいんですかね。Go を結構その標準のもので使うのっていうのが多いのと、あと大変申し訳ないというのもおかしいんですけど、ちょっと僕 Go とか Azure はですね、ちょっと仕事では使えてないんですね。趣味でやって、いるっていうところなのでですね、この辺がちょっと少しそのフレームワークをガンガン使ってとかっていうのはなかったりするんですけども、ウェブの方なんかだとすると、あの、結構 Go のウェブフレームワークもいっぱいあってですね、結構著名な方が使われてるのは、それエコーっていうフレームワークですかね、の方をですね、使われてたりもしてます。で、どれだったかなんかジャンゴによく似た分でのフレームワークみたいなのもなんかあったような、なかったようなでもあったりもしたんで、その辺をちょっと使っていってもらうっていうところになるかなと思います。有名どころとしては、ジンっていうとかですね、ものもあったりもしますし、結構いくつかのフレームワークがあるので、ちょっとはっきりお答えできなくて申し訳ないんですけれども、ちょっと使ってみてですね、例えばその GitHub でのそのスターの数とかですね、あとはそのネットでの評判ですかね、みたいなところをちょっと見ていただいて、判断をしてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。チャットの方をいただきました。Go で API サーバーを作成して動かすときは、VM とアップサービス、どちらを利用する方が良いと思いますか？悩ましいですね。ですね、これが先ほどもちょっと言ってたGo のですね、これが現状の問題点というか課題というところになると思うんですけど、あのアップサービスに関しては、Go は、ネイティブではサポートがされてないんですよね。Azure の方の分でいきますと。で、基本的にはそのコンテナを使った形での対応という風になってまして、で、この辺もちょっとまた最初の方の話には戻るんですけど、一度そのアップサービスの方でですね、その Go のネイティブのサポートとかってなんか可能性あるのみたいなことをですね、ちょっと問い合わせてみたりはしたんですけども、やっぱそこがですね、ちょっと最初に言った利用者の方がやっぱりちょっと少ないっていうところもあって、リソースがっていうところもですね、ちょっと言われたところもありましたし、あとは、おそらくその実行バイナリーで動かすっていうところにおいて、なんかちょっと組み合わせがあるのかなというのは、あー実現できるできないっていうところがあったりもするんかなと思ってて、で、その辺をどうにかこうにかしようかなとしてる間に、そのコンテナっていう技術の方が、出てきまして、で、コンテナ上であれば、そのラストですね、先ほどありましたそのラストしかり、その Go しかり、そのネイティブでその Azure がサポートしきれないっていうものも、そちらの方でプログラミング言語的なものは動作させることができるっていうところになってますので、今だとそのコンテナ経由での動かす形が主流かなと思います。で、Linux で動かす場合は、何だったっけ、CI で、あの、方で、流し込んでいただくと、そのアップサービスの方でも Go のアプリっていうのは当然動かせれますので、それで動かしていただくのもいいかと思いますし、あと VM の方だと、もう直接 Go の方が、ネイティブで実行バイナリとしてそのまま直接動かせれるので、その設定のところがですね、インフラ周りの設定のところがうまくできるのであれば、VM でっていうのもいいと思います。で、あとはそのコンテナの方の利用も、ちょっと考えて、おくというところが一つキーに、今の現状ですね、Go で、Azure で Go でコンピューティングっていう部分になると、ちょっとそこが一つキーワードになるかなというふうに思います。はい、よろしいでしょうか。
個人的には、今、先月ぐらいですかね、僕Azure の Functions ですかね、関数を動かす、サービスですね。FAS っていうんですかね、FAS っていう、あちらの方をですね、Go も結局ネイティブでこっちも動かないんで、ハンドル、カスタムハンドラーってですね、コンテナを掲載した形で動かすっていうものが、用意されてますので、そちらの方をですね、チキ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 ですね、試してですね、動かしてみて、とりあえずはデプロイをして動くっていうところら辺まではちょっと確認はできたっていうところなので、その辺のまだ資料とかも特にそのあと日本語か、日本語のドキュメントとかだとですね、だいぶまだまだ少ないところにはありますので、逆に皆さんの方もその何か Go で Azure でこんなことしたよっていうのがありましたらですね、これを機にですね、そのブログしかりですね、僕の方は、キータさんとかですね、の方に、投稿したりしているんで、そういったところですね、ちょっとぜひ、どしどしとですね、アウトプットの方をですね、していただいたらですね、みんなが、ハッピーになれるというふうに思いますので、はい、よろしくお願いしたいなと思います。はい。そうなんですよね。そこら辺がちょっと難しいところというか、あとデータベース周りの方でいくと、その Azure に関しては、その MySQL とか PostgreSQL とか、SQL サーバーしかり、MariaDB といったものがそのフルマネージドで対応してるんですけど、Go でそこら辺を書く場合には、標準の、パッケージっていうんですか、ライブラリっていうところで、ものがGo に入ってまして、データベースに関するものが。で、そちらの方で、いずれのデータベースの方にも、アクセスっていうか、接続の方はですね、できるようにはなってるんで、差分はですね、ドライバーですね、各データベースのドライバーに対応したものというのが、サードパーティーで、用意されているものがありますので、そちらの方を経由して、で、そのプログラムを書く上で、そのデータを取ってくるとか、インサートするとかっていう部分においては、その Go が標準で持っているパッケージっていうですね、データベース SQL パッケージというのがありますので、そちらの方で統一的にかけれるようにはなってますので、そこら辺は非常に楽かなと思っています。で、マイクロソフトの方の部分でいくと、コスモス DB ですかね、の方も、ネイティブっていうわけにはいかないんですけど、ごめんなさい、ちょっとどの分だったかな。MongoDB かな。ちょっと忘れたんですけど、インターフェース的に、他の今ある既存のそのデータベースのものをサポートをしてて、そちらの方でアクセスできるっていうものがありますので、そちらの方を経由するとアクセスできますし、あと先ほど言ったAzure SDK for Go の方の、チームの方でも、Cosmos DB に関するですね、サポートっていうのをですね、そことか、ライブラリをこう作っていくっていうところをですね、表明して、今、やっていっているというところにはなってますので、Cosmos DB とかに関しましては、この後は、ちょっといつぐらいにっていうのは分かんないんですけども、そういったSDK の方でもこうサポートされるようになりますので、その辺もちょっと楽しみじゃないかなというふうに思います。あとは、なんかあるかな。えーっと、そうですね、データベース周りはそんな感じですし、で、現状としては、今ちょっとそういう意味では、フルでのサポートっていうところが、ある程度コンテナの方で賄われていっているという部分があるかなと思います。で、あと、意外にもというか、例えばその Go のところで言いますと、Azure のサービスでいくと、Kubernetes があるじゃないですか。Kubernetes サービス、Azure Kubernetes サービスですかね。の、ところの、Kubernetes のところでのエンジン部分、Kubernetes 自体も Go で書かれているものですし、その AKS ですね、Azure Kubernetes サービスのエンジン部分もですね、Go で書かれてですね、GitHub 上でですね、公開もされてたりしてます。で、あとは、Docker もですね、コンテナの方も Go で書かれてたりもしてるっていうことで、そちらの方では非常に今、Go での活用が進んでいるのでですね、ちょっと頑張ってもらいたいなというふうには、はい、思っております。
他何か皆さんの方からありますでしょうか？なんかこう皆さん同士でこう、わわっとこうされてもいいし、まだ何も書き込みをされてない方は何かこう、ペペッとこう書いてもらっても大丈夫だと思います。はい。うん。あとちょっとびっくりしたのは、あの、多くの方が今日、僕が思ってる以上にですね、多くの方が参加してもらっててですね、非常にありがたいなというふうに思います。ちょっとうん、そうですね。そういったところで、皆さんにこう得るものが何かちょっとあったらいいかなとは思ってはいるんですけれども、開発で Go 採用の最もの利点は何でしょうか？えっとね、コードのフォーマッターが標準で、だから何でもこう標準でついてるっていうのがありますね。ユニットテストに関する仕組みであったりとか、あとはそのコードフォーマッターであったりとか、そういったものがですね、Go は標準でついてますので、あの特に何か用意しなくてもっていうのが、Go と、あと、VS コードですね。VS コードの方も、エクステンションが Go のエクステンション、もう最初の頃からですね、マイクロソフトの社員の方が作られたものをですね、Go の公式プロジェクトの方がですね、引き継いでるっていうものもありますのでですね、その辺が一つ利点なんじゃないかなと思います。はい。あと、C しか分かりません。その場合、Golang の学習コストは C シャープと比べてC を触られてるんだったら大丈夫だと思います。ケン・トンプソンさんとかですね、ロブ・バイクさんとかですね、ロバート・グリーズマーさんがですね、設計して作られてる言語ですからですね。で、結構文法的にも C をベースとしているところが多いので、C されてる方はですね、C でハマったところがあるじゃないですか、そのポインターの操作とかですね、そういったところのものもあったときにですね、その辺は Go はですね、うまいこと、いろいろ、ケアするようにできてますのでですね、ぜひC されてる、C++ とかされてる方はやってみたいと思います。はい。はい。岩田さんにとっての Go の魅力を教えてください。すんごい難しい難しいですね。何なんだろう。ちょっとすぐには出てこないな。何なんでしょうね。やっぱシンプル、そうですね、Go はやっぱりシンプルシティというところが一つキーワードになっているので、中ではですね、難しいことをいっぱいしてるんですけども、その辺はですね、中の人がいっぱい頑張ってですね、僕ら使う側としてはですね、非常にこうシンプルになるように、その機能を提供してくれてもらってます。並行処理とかもですね、Go って一言関数の頭に書くだけで、並行処理、いわゆるスレッドみたいなのを実行できたりもしますので、そういったところではですね、非常にいいですね。だからシンプルです。ハマるところはですね、ハマるポイントはちゃんとハマるポイントであるんですけど、それはどの言語も一緒なので、まずちょっと軽くピッとこうインサートして、パッとこう触って、カチャカチャってやってもらったらですね、非常にシンプルなものだっていうのが分かりますので、で、逆にもうシンプルすぎてちょっとつまんないなっていう方もいらっしゃるんですけど、そこは Go の戦略になってます。Go は他の言語とをですね、差をつけるために意図的にですね、必要な機能だけ設けてですね、大きい機能は実装しないっていうふうに方針でやっていますので、その辺のですね、違いですね。今ご自分が使われているプログラミング言語と、Go を比べてもらって、その辺のですね、違いをですね、楽しんでもらうっていうのもですね、僕はいいんじゃないかなと思ってます。はい。そうですね。個人的にスコープのある言語が好きですということで、そうですね、Go は結構スコープも他の言語よりは、細かくスコープが切られたりもしますので、はい、その辺も多分プログラミングなんかハマったなっていうところが、意外と Go だと、こういうふうに防がれてるんだっていうのがですね、体感できるような言語になっていると思いますので、ぜひ触ってみてください。はい。そろそろ、お時間の方になってきましたと思います。本当に皆さん、短い間ですけど、ありがとうございますが、引き続きですね、Go とですね、Microsoft Azure でですね、皆さんもちょっと、生みの苦しみになるかもしれないんですけど、茨の道っていうのもあるかもしれないですけど、一生懸命ですね、広めていきたいと思いますので、僕と一緒に、盛り上げていってもらったらと思います。はい。以上でなりますかな。はい。ありがとうございます。